簡単なままいろんなもの作れるよっていうのは残した方がいいと思うんですよね。子供にやってほしいですよね、落書きだし。セロは Z の上があるんですよ。初金っていうのがあるんですよ。だから目にしたことなかったんですね。そうそうそう。あの時はね、まだ20代。そんな前のあの時はお兄ちゃんでよかったはず。クロービチャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯チャンネルです。今回もですね、前回に引き続きゲストの3人にお越しいただいております。サラリーマンクリエイターの吉永です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガラク堂のシンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いいです。よろしくお願いします。お願いします。今日もですね、この4人でお送りしていきたいと思います。はい。さてですね、前回は、落書き2 20周年ということで、いろんなゲームの落書き見たりとか、新作出ましたね。天下一武道会見て、最終的には新作を見るということでですはいね、振り返ってきたわけなんですが、前回が過去編ということであれば、今回未来編ということでですね、落書きの新作、仮にね、落書き王国3とタイトルつけるとしたら、どんなゲームなんだろうとか、っていうところの企画会議をやっていきたいと思っております。はい。以前ね、当チャンネルでアンケートを取ったことがありまして、20周年どんなイベントをやってほしいっていうところで、ダントツで1位の企画だったというところもありまして。そうですよね。というわけでね、ざっくばらんに話していきたいと思います。3が出るとしたら何が欲しいですか？プロクロッカーの2人がね、2の不満だったり、今だったらこうじゃないかってありそうですよね、なんかね。今のスペックでたくさん書ければ僕はもう。たくさんっていうのはパーツをいっぱい詰め込めるとそうですね。メモリはね、許しそうですよね。落書きって制限がある中で作るっていうのが面白いところあったってもあるので、とにかく無限に書ければいいかっていうとそうでもないっていうところはあるっちゃあるんですけども、あとモーションとかも勝手に決めちゃえるのもどうなんだろうみたいな。自分で作れたらそれは普通の CG ソフトそう変わんなくなっちゃう。ブレンダーとかになっちゃうってなるんですけども、なるほど。そこのさじ加減は難しいんですけれども、プロモードみたいのでいろいろ作れるけど、簡単なままちょっと書けばすぐ誰でもいろんなもの作れるよっていうのは残した方がいいと思うんですよね。プロモードとかはあるとしても、一番やっぱり手前のところの設計が大事かなと思っていて、落書き王国を初めてやる人が書いたものが動き出すっていうキャッチコピーをどこまで真実にするか。落書き王国2って書いたものは動き出しますけど、思ったように動き出しますかって言ったら、そこに階段は正直あったと思うんですね。それを感じたのは、落書き2発売後に地方イベントとかもやって、ステージで子供たちに大きい画用紙に書いてもらったやつを僕がその場で落書きして戦わせるみたいなイベント何度かやったんですけど、そういう時子供たちに書かせることができなくて僕が書かざるを得なかったっていうのは、子供たちが持ったものを表現できなかったんですよ、3D で。馬みたいなね、キャラクターを描いたら、左側から足を2本描くじゃないですか。描きますね。そうするともういきなり落書き出しちゃうんですよ。そうすると縦に2本足がある。2本足のヘルメットが走ったのを見て泣いちゃうんですよ。こんなんじゃない。違う、気持ち悪いっつって。足2本しか書いてるんだから逆側にもね、あと2本書かないと4本足にならないと当然なんだけど、タンタンがやるときはうまくやってあげてた。そうそうそう、片方を書いたら、ちょっとお兄ちゃんに貸してごらんって言って、逆側にコピーして貼って、はいって言って渡したりとかっていうところを人力でやってたんですけど、あの時はね、まだ20代。あれから20年経ってますからね、僕らね。そんな前のあの時はお兄ちゃんでよかったはず。そうやって満足してもらったっていうのがあって、人力でやってたところが AI とか。できるかもしれないですね、今だったらね。になんかうまいこと、馬の足なんじゃないかなっていうのを、その AI アシスト機能は切ることもできれば、今までと同じようにも書けるんだけどっていうやり方をするといいんじゃないかなっていうのはありますね。AI に角書いてとか、そうじゃなくてユニコーンみたいな角がいいんだとかって、どんどん口で言えばそういう風にできるっていうのは一つの理想ではありますよね。そうすると絶世の美女を描いてくれみたいなとか、すごいイケメンを描いてくれみたいなことができる。今の生成 AI の方になってっちゃうかもしれないですけど、一つの流れではあって、落書きっぽくなるかどうかっていうのはどこ落としどころを見つける必要がありますけど。20年前はできなかったけど、今できそうな感じしますね、多分。落書きっぽさっていうのは、落書き2の開発中も結構みんなで相談するところがあって、ツールにどんどんなっていっちゃうよねっていうところで、もっとかっこいいものは作れないように制限がもっとよりかけた方がいいんじゃないかって意見も結構あったんですよ。なるほど。どっかで落とすっていうところで言うと、僕としてはいい塩梅で出せたかなって、あの時代はね、思ってるんですけど、今どのぐらいで出すのがいいのかとか、遊ぶ人の幅も広いと思うので、おそらく何段階か用意するんでしょうね。初心者モードじゃないけど、子供が遊ぶときはこのモードがおすすめですよとか、プロクリエイターモードみたいなのまで3段階とか4段階とかこう用意してあげると、結構遊びやすいゲームにはなるのかなっていう感じがしますね。商売だったら、
新しい客に入ってもらわなくちゃいけないですもんね。それなりに物作る人だったら結構要求水準が高くなりそうだけど、それだと初めて見て面白そうだなって人が入ってこれにくくなりますもんね。それはありますね。やっぱ子供にやってほしいなっていう。子供にやってほしいですよね、落書きだし。落書き2のね、ターゲットユーザーは小学生なはずじゃなかったんですね、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、コミックボンボンでコミック連載してましたからね。ありましたね。やっぱ小学生男子、女子が見て落書きしてくれればいいなっていう。しかもね、コロコロじゃなくてボンボンじゃないかっていうところも結構議論はあったんですよ。そこ選んだんだ。選んだよ。ボンボンの方がちょっとマニアな子が多い。凝り性っていうか、プラモデルを作るとかっていう概念とも相性がいいんじゃないかっていうのがあって、コロコロよりボンボンっていう選択だったんですけど。3が突然すごいツールになってもね、ボンボンでプロモーションする、ボンボンもうないんだ。ボンボンもうないんだけどね。コロコロでプロモーションするようなものじゃなくなっちゃうかもしれないし、ここはね、迷いどころですよね。おじさんはどんなんでもやるんですよ。おじさんはどんなんでもやる。なんか名言っぽいの出ましたよ。我々ですよね。ゲームのプロモーションでもおじさんはどんなんでもやるっていうのは事実としてもう定説としてある。アンテナが高い人たち、好きなものをちゃんと選ぶことができる人たちには、お金をかけてプロモーションする必要ないんですよ。その人たちは勝手に探し出して、勝手に到達するから、駅前の大きい広告とか買わなくていいんですよ。そんなのにお金かけるぐらいだったら、物のクオリティを上げた方がいいっていう方に行くんですけど、キッズはね、違うんですよね。大きく展開してあげて、みんなで流行ってる風を作ってあげないと、自分が何が楽しいのかわかんないんですよ。なるほど。子供向けはやっぱプロモーションお金かけた方がいいっていう概念があるので、落書き2の時もそこまでちゃんと綿密に練れたかっていうところあるんだけど、おじさんたちは勝手についてくるからプロモーションしないと。だから子供向けを頑張ろうっていうのはあったんですよね。イベントをやったりとかしてたのも子供向けに頑張ってたっていうところあるんですよね。挫折ポイントを減らさないとですよね。挫折ポイント。このゲーム 3D なんですけども、描いてる最中って 3D だと思わなくて、確かにね。絵を描けば動くって言ってるんだったら、2本描けば4本なしになるっていうのは 2D と 3D の掛け渡しですし、顔を描くとかはもう 3D などう見えるかなんて描かなくて、正面からの絵をイラストで1枚描きたいってなるので、顔だけ描くモードとかあってもいいのかなと。思い通り動かなくてやめちゃうっていうところをどれだけ減らせるかっていうのがすごく大事になると思うんですね。正面なんかもう後から変えられた方がいいなって思いましたよ。子供たちドラゴンとか描くんですよ。まずノート開いてドラゴン描くじゃないですか。横向きに描くじゃないですか。まあ大変なことが起きるわけですよね。横向きに歩いちゃうからね。なるほど。で泣いちゃうんですよ。スプレイみんなそれやりました。みんなやりましたやりますね。そうだったかも。そういうところを一つ一つ埋めていくと、子供でも割と感覚的に描ける落書き王国ができるのかなっていうのは、まあぜひやりたいっていうところではあります。あとは SNS での共有とかが2の時はね、ほとんどなかったっていうところもあってできなかったんですけど、今簡単にできるよねっていうところがありつつも、一方ですね、別の問題があって、ツールとして優秀になればなるほど、著作権を侵害してしまうものが共有された時にどう扱うかっていう問題があります。直近の落書きキングダムでは、これを人力で解消しようとしてたんですね。サーバーにみんなでモデルアップできたんですよね。あれは無茶でしたね。アップできるんだけど、夜のうちにそのスタッフが全部見て、全投稿を人件費 OK になったものが上がっていくっていうシステムをまあ採用というか、それで時差があったんだし NG になるものもあって、でも NG になった人はなんでですかって問い合わせるので、それに対応するコストもかかってて、僕もちょっと厳しいんじゃないですかって結構序盤から言ってたんですけど、あれはね難しいと思います。現実的ではない。でなんでそれをしなきゃいけないかというと、ゲームのサーバーがありますよね。みんながここにアクセスして遊びますっていうゲームで、これで遊んだことによって開発会社の対等が対価を得ますっていうシステムになってた時に、この遊びの中にミッキーさんだとか、トトロとかね。トトロさんとかがいらっしゃるとですね、そのキャラクターを利用して不当に利益を得ているという構造になるんですよ。なるほど。なのでチェックせざるを得ない。無法地帯にはできないという。あとセロっていうね期間があって審査がありますけど、エロ、グロ、残虐表現、あとはまあ差別表現、いくつかあるんですけど、こういったものが入ってた時に、じゃあこのゲームセロ A で売れますかって話なんですよね。よく勘違いあるのは、セロはじゃあ Z にすりゃいいじゃないですかってなるじゃないですか。Z の上があるんですよ。初金っていうのがあるんですよ。だから目にしたことなかったんですね。そう。だから Z にしたら 100% 何でも OK なわけじゃなくて、その上に初金っていうのがあるわけだから、そこに行っちゃうナチスを来賛するようなことが入った時に、このサーバーにアクセスした瞬間に初金のゲームがここに生まれちゃうんですね。なるほど。さあじゃあこれどうしましょうか。いくつか難しい問題があって、サーバーで落書きを共有するっていうのは人類に早いんじゃないかな。そうっす。僕は寺のマークを回さなくてよかったな。まんじゅうをね。そうなんですよね。そういうところがあって、著作
権を侵害してるかどうかって超難しくて、めっちゃ下手なトトロがだんだん上手くなってった時に、どこからアウトでどこがセーフですかって誰もわかんないんですよね。ちょっと色が違えば OK なのかとかって別に明確なあれはないですし、チェックしようにもこれは下手だから OK とかって言えないですよね。その辺もその感覚が入ってきちゃうので、難しいとか、サーバーを介して利益を得る構造はいくつも企画作ってきたけど、今の結論としてはなしかな。なるほど。そうすると逆にどこで収益を取れば成立するのかみたいなことになってくるのかな。ソフトとしてはパッケージ売り切って、ツールっぽい売り方。共有するのはご自由に。各自の SNS で各自の責任でみたいな。やってくださいと。著作権侵害で訴えられたらあげた人が対応するっていう形じゃないと、広がった時に対応無理ですから、考え方としてはフォトショップ作るみたいなことです。フォトショップでどんな絵を描こうと、エロ画像を描こうと、アドビさんは別に訴えられないですよね。それはなんでかっていうと、アドビさんはその絵を使って何か利益を得てるわけじゃないから、ツールを提供した先で勝手にその人が描いてるっていうことにするしかないので、アイテムとかペンとかいろんなものをどんどん提供していくけど、そこでアウトプットしたものは勝手に使ってくださいねっていう形にするしか多分ないんじゃないかな。やっぱそうか。グレーなのあるんだけどね。僕今ガンダムブレイカーです。いやなんかすごいことになってますね。すごいバズってたね。シンさんのツイートが何万 RT とかなってるの見てすごい20年前の既視感があるみたいになってますね。あれはどうなんですか？あれもツールとしてガンダムを使って別の版権ロボットを作ったりとかっていう遊び方でしかしてないんですけど、それは逆になんでいいんですかね？あれは良くはないです。良くはない。さっきで言うとこのグレーゾーンにあるんだけど、説明の仕方としてやりやすいのは、あくまでガンダムのパーツを集めて組み合わせるゲームですよ。自分のガンダム作れますよ。ガンプラのパーツをある組み合わせでやってみたらたまたま他のものに似てしまっているだけで、それを構成している要素はガンプラですよっていう一応エクスキューズができる。けどアーマードコアの例えばエンブレムとかだとそうですよ。丸とか三角とかのパーツをめっちゃ組み合わせてミッキーさんだって書けるじゃないですか。じゃあそれでね遊んでいて、それでお金取っているっていうのはどうなんですかって突き詰めて言ったら厳しいよ。なるほど。最近はモンハンとかでキャラクリして芸能人出したりマイケル・ジャクソンに似てるとか、ケン・ナオコに似てるとか、ケン・ナオコも見た。本人も反応したりしてましたよね。ケン・ナオコ反応してたんですね。本人が遊んでくれてありがとう。ありがとうございます。基本的には許されるけど、やっぱそれでバカにしたりとか裸になしたりとかそういうことをすると怒られるっていうのもあるんでしょうね。だからそこのねさじ加減難しいじゃないですか。顔を似せました。そこまでは笑って済ましてくれたけど、じゃあ裸にしたとかね、やられるところをすごい切り抜いたりするともうすごい悪意があって不愉快になるかもしれないから、ここを超えたらダメみたいなのが分かんないんですよね。ケンさんだから反応したけど、ケンさんがお前訴えるぞってなったらね、今の時点で危ういですよね。じゃあチキンレースはできないってことちなみにシンさんはガンダムブレイカーはどうやって知ってどうハマっていったんですか？前から結構ツイッターとかで画像がいっぱいあって、俺の作ったガンダムみたいなものが回ってきて知ったって感じですか？でやっぱあれをやってる人って元クロッカーが多くて、もともとつながってた人があのゲームもやってて、あいつもやってんだみたいな。じゃあ僕もやろう。シンさんの作った天下型のガンダムがものすごいナンバー RT みたいなのがあって、なんだこれ。シンさんだと知らずに見て、あれシンさんも知らずにすごい過去よりもさらに数字が上がってるみたいな。あれが宣伝として機能してるのは事実っちゃ事実ですよね。回ってきたツイートとかでこんなゲームあるんだって知る。じゃあ俺もやってみようかなみたいな。悪い言い方でっていうか、整理しちゃうと、他社の版権にフリーライドして宣伝をして稼いでいる、許可も取ってないっていう話になっちゃうんですよ。でもさ、自由に物を作れたり並べたりできるものだったらどうしてもそうなっちゃうので、法整備とかも今後できてくるのかもしれない。こういうものをきっかけにね。シェアユースとかそういうことなのかな、アメリカでいう。落書き2の当時なんて、ゲームを取ること自体が著作権違反じゃないの、絶対誰も公式には聞くなよ。公式聞いたら絶対ダメって言われるから。実況文化がなかったですね。実況なんて文化はなかったんですね。動画文化がなかったから。そう。それが変わってきたのと一緒で、今だったら別に全然そんな当たり前じゃないですか。それと一緒で何かしら出てくるとは思いますけど、逆にロマンは減るけどレゴみたいなパーツ式の落書きっていうのはあり得る、そのブロックを組み合わせてるだけで偶然ピカチュウっぽいんですよみたいな、そうすると作る側のロマンは減りますよね、間違いなく。いやそれでね、クリアできることはないです、今の落書きのシステムを球体とかの組み合わせにしたからといって、リスクが弱まるかっていうとほぼリスク変わらないので、やるって決めてどっから訴えられてもうちのホームでやっつけてやるぜっていう覚悟が決ま
まればできますよ。グレーゾーンに乗り込んでいくか、グレーだからやめとこうよって言うかっていうその判断の問題でビビりすぎてるのかもしれないし、でもビビる気持ちも大企業であればあるほども分からないでもない気がする。分からないでもないです。それを踏まえてもモードとしてはさっきのブロックモードとか、粘土のように元があってこねて作ってくるとか、粘土モード売りますみたいなことは別にできるかもしれないですね。その粘土でキャラクターを作って、そのキャラクターのデータを吐き出せますよ、までは全然作っていいんだけど、その吐き出したデータで RPG やります、MMO やりますよとかって言って、なんかサーバー上にみんなのデータがあって、あっちから新さんのキャラが歩いてきて僕と出会って、みたいなことをやり始めると、まあややこしい。なるほど。そのリアルタイムで直接どっかの空間でキャラになりきって会うみたいな空間だけ作ったことはできるんですかね。それでもミッキーが混じってきたらしんどいんですか。それは難しいですね。僕が考えてるのは、RPG スクール、ゲームというか、ツールってご存知ですかね。どんどん進化してて、今、Unity っていう開発ツールにも完全にインテグレーションされてるんですよ。RPG スクールで作ったものが Unity のデータとして吐き出されて、でそこまでなんですよ。RPG スクール側でフォローしてるんですよね。でその後は Unity で自由にそのモデルデータとか組み合わせてもいいよみたいな話になってるんですけど、そういうところに組み合わせちゃうのがいいのかなっていう気がしてて。なるほど。落書き国があくまで Unity の一機能っすよみたいな感じで。キャラクリ部門です。そう作ったやつがポコッと Unity に出てって、それで好きにゲーム作ってもいいし、他のゲームに元で入れて遊んでもいいんじゃないですかねみたいな。そこから先は知りませんみたいな感じにすればギリギリいけんかなっていう。これはすげえツールっぽくなっちゃうので、確かになんかじくじたるものはある。子供がパッと触る感じではなくなっちゃうけど。サマーウォーズのあのキャラクターを自分で作ってみたいみたいな。要はあの世界みたいなことがしたいなっていうのがみんな思ってること。そうですね。確かに。なんかそれっぽいことできないかな。あとは版権ものを絶対許さない AI を作るっていうね。なるほど。確かに。でも今のチャット GPT とか絶対許さないマンになってんじゃないのかな。変形してゲッターみたいなやつまで見られますかっていうと、結構そこはかなりの工夫が必要だと思うけど。多分僕らはその AI よけを騙していく。結局ちょっとモラルの話みたいに頼りしてっていう感じになっちゃうので、ちょっとはみ出してる方が面白いのも絶対あるし。そうなの。制限しちゃうと最近もよくある名前とかに何が含まれてると NG 扱いされちゃうとかって結構あったりするじゃないですか。僕吉永って名前なんですけども、有名なスクエアエニックスさんのゲームやろうとしたらシナが含まれてるのダメですね。そう、2文字が厳しい。シナわかるけど僕吉永なんで区別の意図はなくても使えなかったですね。昔ドラクエの MMO やった時も、こっち宝箱あるよって言ってんのにバツバツバツこっちってなっちゃってうんこだって言われるとか。その辺今まで文字列だけしか見てなかったけど、その文脈見て判断する AI が入ってくれれば、これはうんこではないと。これはそういうのこそ AI の仕事。確かに。そこがうまくいってくると、だんだん法整備とかもそうかもしれないし、自由に書いたものが自由に共有できて、のっぱらにみんんなの落書きがいて、感じからハイさんの一人ゲロみたいなさ、それが楽しいんだけど、あいつまた回ってるぜ。そう。まあ、あとはプライベートにね、するとかね。でもフレンドだけでも変わんないんだけど。確かに法律的には怒られるでしょうね。アクションと楽金方式、ワン方式だとどっちがいいですか？絶対アクション。アクションが絶対と動かせる喜びが。自分が作ったやつがよく見たいんですよ、やっぱ。頑張って書いたら、いろんなとこから見たい。カメラ動かして、ぐるぐる見たい。前回の動画で見たやつはいろんな角度から見れてましたもんね。僕が落書き1好きでタイトル入って、落書き2でもアクションでやりたいってなった時は、やっぱり落書き1の時できなかった。こっちから見たいとか、対戦もさ、カメラも固定だったから、見せたいシーンが見せられなかったみたいなところの不満を解消したかったんだけど、アクションするときはね、内部的にはすげえ大変だった。1だったらもう車輪なんてただ回転してないんですよ。接地面との距離なんて何も計算しなくてよかったんだけど、走るってなったら、コロコロって回った時のこの長さと地面の進行スピードが同じにならなきゃいけないよね。同じにならないまでもちょっとゲーム的に破綻しない程度にうまくやんなきゃいけないよねとか、サイズ感とか、ヒットボックスをどのぐらいで取ろうかみたいな。まあ、アクションにするとね、かなりいろいろやんなきゃいけないことが。が大変に。逆に言うとアクションで作っちゃえば、他何でもできるよね。一発目はね、ハードル高いけどアクションで作るのがいいんだと思う。そしたら多分レースゲームにも持って
っていけるし、RPG にも持っていけるし、落書きデータをどっかになんとかってファイルで保存しといて、そいつを引っ張ってきて遊ぶゲーム群をたくさん作る。3D の統一脚フォーマットみたいなものと落書きが合致していれば可能性あるのかな。そこまでやるんだったら Unity とかに吐き出せるようにしちゃって、こっちで作るゲーム群も遊べますよと、別のところに持ってって好き勝手やってくれても、それはそれでお好きにやってくださいっていう感じの方が広がりがあるのかなっていう。落書きが結構そういうことやろうとして、やろうとしてましたね。外に書き出せて 3D プリントとかできそうな雰囲気でしたもんね。3D プリントとかもやりたいですよね。書いたやつがね、立体になれば嬉しい。AR とかで自分のいるところにいるような感じの描画とかできたりとか、撮影スタジオみたいなのをゲームの中であったり、ストップモーションみたいな感じでやれてもいいですし、いろいろ撮影の方法あってもいいですけど、そうすると何かのツールと絡めた方が幅は広くなる。VTuber さんなんかね、どんどん使ってほしいですけどね。そうですよね。僕めちゃくちゃ好きなゲームのシリーズで、風来の試練というゲームがあって、14年ぶりに新作出て、実況向きにチューンナップされてたんですよ。細かい設定がいっぱい全画面上に出るようになってて、実況しやすくなってて、すっごい売れたんですよ。落書き新作とかも実況向けにしたらいいってあるんですかね。エディットツール画面って3時間延々と点を修正するとかじゃないですか。そうなんだから落書きのプレイ画面って、シンさんが落書きを書いてる3時間とか4時間をダダ流しして面白いですかっていうと、ちょっと微妙だもんね。細かい調整を。かなりつまんないと思う。僕やろうとしたんですよ。自分でまずは各動画を3時間か4時間分撮って見たんだけど、どうでした？全く映えないんですよ。2D の絵とかの描いてる人、早回しでバーってできていくみたいなのは結構見てて楽しいじゃないですか。やっぱり 3D だからなんですかね。ツール使ってる場面は基本はそんなに映えないんだろうな。驚きが全然なくて。書いたものをみんなに見せたりとか、書いたものすぐ動くってこと自体はすごく向いてるので。確かに確かに。だから君は向いてると思う。まあ確かに。人にもよるかもね。動画系は逆にライブには向かずに、ショートとかでも1分でバーって、そういうような動画には向くっちゃう。イベントでもハイさんとかリアルタイムで作れそうな。やった気がする。それは向き不向きがブロッカーさんによってありますよね。昔より本当実況のノウハウ自体も世の中にあるからやりやすくなったかなと思うんですけどね。公式でガイドライン出すじゃないですか。あのガイドラインがあるだけでもすごくやりやすいので。昔は天下一武道会もおっかなびっくり。そう怒られたらやめますみたいな。いつでも消せるようにみたいな。まさか開発者とつながっていくとはっていう。まあ会社も一枚岩じゃないから、開発の僕としてはどんどんやってほしいな、嬉しいなって思ってても、ホームの人に何回か聞かれたもん、あれってどういうことになってるのみたいな。怖っ。そう全然問題ないですよって言ってこう説明するんだけど、そこにいるドラえもんとかってどういうことになるんだっけみたいな。何回かやっぱり聞かれたよね。イベントやるときも大東さんがちゃんと見て、版権物は一切使わない感じでイベントやったんですよね。それはでも企業として当然だし、大きな企業だったら責任だと思うので。結果的に丹沢さん出れなかったんですよね。そうか。そうだ。対等社員としては出れないから。問題があった時に、対等完全オフィシャルになっちゃうんですよ。僕が出ちゃう。確かに。つんさんもあの時辞めてたから、もっと開発者っていうことで、僕は一応裏にはいたんだけど、出なかったんですね。そうです。あのイベントでは、クリプトンさんに初音ミクの許可だけ取って、シンさんの作った初音ミクを流した覚えがあるんで、やっぱ許可取りが全部必要とかそういうことになってくるんですよね。オフィシャルにやると。そこが問題としてはあるんだけど、今の時代で、落書き王国のフォロワーゲームが全然出てないじゃないですか。確かに。同じ問題をみんな議論してたと思うんですよね。落書き王国の初期に取った特許関係、今回20周年ということなので、ほぼ全部切れました。特許は20年で切れるんですか？20年で切れます。正確に言うと、延長していけば最大20年まで伸ばせる。お金払うのめんどくさいので切ってる場合もありますけど。ちなみに差し支えなければどんなものが特許として取られてる覚えてるのとかってあります？五十嵐先生っていう今東大の先生がやったテディっていうのは、形を描いたものがその形に応じて膨らみを持つっていう。丸描いたら9になりますもんね。っていうところまでなんですね。で、これが動くっていうところは完全に対等のオリジナルなので、例えば腕がありますって言ったら、一番遠い2点を結んで、まず棒を作って、この真ん中に骨を入れて、ここからこうやって動かします。今も反省点なんだけど、膝足とか棒足とか、意味わかんないんだけど、僕らからしたら長い棒がありますってなった時に、かかとを作るかどうか、膝を作るかどうか。でも人によってはこの棒のまんまね、こう歩いた方が可愛いと思う人もいて、真ん中曲げない方がいいっていうやつもあるし、どう言葉にしたらいいんだって言いながら、膝足とかかかと足って謎の概念が生まれたんですけど、腕をいっぱい描いた時に、腕の接
致してる点よりも先っぽが低かった場合と高かった場合で分けて、上だとこういう風なんですね。下だとこうなる。なるほど。っていう概念とか、それを何で判別するかみたいなこととか。右腕、左腕もちゃんと判別してましたね。その辺の判別の仕組みみたいなのは結構試したかな。ただ、他のゲームでそんなことを判別する人いないから、その後それが何かに役立ったことはないまま20年が終わるんですけど。なるほど。でも特許切れたってことは、新しい人が同じようなことをやろうとしたらできるっていう現状には。そういうことですね。僕個人としてはやっぱり落書き王国っていうタイトルに結構思い入れがあるので、対等で出したいな、出すときは呼んでください。いや、いい名前だと思ってるんですよね。原理とかその法律みたいな話を当時遊んでる時はあんま考えてなかったわけで、いざ作る側になると結構視点を変えてみるとそういうこといっぱいあるんだなっていうのはね、気づきますね。このままそんなあったねって終わるにはちょっと惜しいんだよな。久々にみんなで遊んでみましたけど、楽しいじゃないですか。盛り上がりが星を車輪にするだけであんなに盛り上がるってこのまま風化させるのもったいないなって。ネットと相性が本当にいいですからね。他にないんですよ。シェア映えする。古い人がね、昔遊んでたものでしょっていうことだったら諦めもつくんだけど、小学生とかのより面白いでしょ。やっぱり作りたいねって思いますよね。そもそもがちょっと早すぎましたよね。早すぎましたね。20年早かった。というわけでね、そろそろお時間となってしまいました。一晩かかってももう全然話し足りないぐらい落書きのことはね、いろいろあるんですよね。まだ言いたいこといっぱいある。言いたいこといっぱいある。こういうのまとめて斉藤さんにお願いっていうのはできないですかね。持ち込む作戦ですか。ゲーム会社で持ち込み企画が通るってことってね、正直あんまないですよ。なるほど。ただ、斉藤さんってね、今ね、調子いいはずなんですよ。結構ゲーセンがね、盛り上がって。またコロナ明けて盛り上がってきてるから、余剰な予算が。どうでしょうかご覧になっていれば。この YouTube を見て、1個前の動画見てもらえばね、いかに盛り上がって、すごいものが作られてるのか。なんかやってますよね。子供向けの落書きってやつだけ残ってるんで。ワンチャンあるんじゃないですか、これは。スイッチ2ね。互換性が発表された。タッチパネルも一応あるんで。それ素晴らしい。書きたい放題だ。スペックも申し分ないですよ。これはね、SNS 映えしますよ。その時はもう、欲しいな、それ。みんなでちょっと協力してもらうんで、よろしくお願いします。告知とか、最近やってることとか、なんかありますか？謎解きが趣味でいろいろやってるんですけど、一応個人で謎解きとか作って売ることもあるので、今ちょっと新作今途切れちゃってますけど、いろいろ作ってはいるので、もしかしたら。気になる人は、ハイさんの X とか見ればいいですね。そうですね。よろしくお願いいたします。はい。お願いします。シンさんはもうガンダムブレーカーでブイブイ言わせてる。いろんなゲームをガラク堂でやってるので、見かけたら生温かく見守ってください。ツイッターを見ると最新のすごい作品がいっぱい載ってると思います。恐ろしい作品が。僕と吉永君はね、毎月ポリポリクラブコの番組でやってありますので、こちらぜひご覧ください。はい。よろしくお願いします。というわけでね、黒帯チャンネルではですね、このようにですね、ゲームの話をしたりとか、ボードゲーム紹介したりだとか、いろんな内容でお送りしております。こんなテーマを聞いてみたいとか、リクエストございましたら、ぜひコメント欄にお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。